はい、こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルです。本日は日本橋木屋さんの出刃包丁2本、研ぎの動画を撮りたいなというふうに思います。こちらが、伊豆付木屋。刃がちょっと全然ついてないので、刃付けをしたいかなというふうに思ってます。で、こちらが木屋の團十郎。先ほどのこちらは白紙鋼。2号だと思うんですけれども、で、こちらの團十郎は青紙ですね。青紙木屋というふうに書いてますけれども、一応こちらの2本、研いでいってみようかなというふうに思ってます。なので、白と青のなんとなく漢字の違いなんかも少しお伝えできればいいかなというふうに思ってます。で、同じ15センチ刃渡り、家庭でも使われるサイズかなというふうに思ってますので、何か参考にしていただければと思います。始める前にちょっと現在の切れ味だけ見ておきましょうか。やっぱり切れないですね。こちらが木屋で團十郎。こちらもやっぱりあんまり刃がついてないですね。一応こんな感じです。いつもお伝えしてるんですけれども、必ず研ぐ前は砥石の面直し。これ本当重要ですね。やっぱ砥石が曲がってると包丁もまっすぐ研げませんので、ここはもう必須です。使う砥石は1000番の人工砥石、それと3000番から4000番ぐらいの天然砥石と6000番ぐらいの仕上げ砥石という風な形で研いでいこうかなと思ってます。で、家庭であればこういった1000番とちょっと粗いのが半々になったようなやつがあって、裏表で使えるようなやつがありますので、そんなもので十分代用できるかなと思います。はい、では始めてみます。少しなんか汚れがありますので、これちょっとコンパウンドなんですけど、こういったので、ちょっと布で、汚れだけ取ってから始めようかなと思います。はい、では、こちらの木屋伊豆付の白紙鋼からいきたいと思います。ちょっと全体的に刃先の方から切り刃を当てて、まずは行こうかなというふうに思います。砥石もできるだけ全体を使えれば一つの方向だけ削れていかないのでいいかなと思うんですけれども、あんまりこの先とかこっちでやってると外れた時に危ないので無理しない方がいいかなとは思います。あと今ちょっと見えますかね、刃先を当てたんですけれども、上の方が少し当たってないんですよね。基本的にはあんまり動かさないですね。もうここでピタッとつければ切り刃が砥石につきますので。で、この手を置いてるところが研げていきますので、しっかりこの切り刃のところ裏側に当てて、まずは研いでいくといいかなと思います。この包丁も0度、90度、45度ぐらいなんでしょうかね。はい。今切り刃に当たってる感じですね。ちょっと刃元の方だけ少し砥石に当たってないのかなって感じですけど、先の方もしっかりと当たってるという感じなので、どこまで研いでいくかってことなんですけれども、こういうふうに切り刃を研いでると、向こう側に刃がめくれてくる時があるんですね。そういったのを返りって言うんですけれども、そういうふうに刃がめくれてくれば、もう先が鋭角にとんがっているというふうなことなので、その返りが出るまで一応研いでいきます。こっち側に刃が出てきて、触るとわかるんですけど、そういったところまで研ぎ進めるというふうな感じで研いでいきます。あくまでもこのしのぎのところまでしっかりとつけて均等に研いでいくと、変な風に型がついたりしない。力を入れるときは押す方とか引く方とかどっちかですね。両方ガーってやらなくて、どっちかに力を入れていけばいいと思うので、同じところばっかり研いでると
こう、そこばっかり研げていってしまうので、こうずらしながらですね。ちょっと出刃包丁力入るので、少し要所要所で、やっぱり面直ししてください。青紙の方に変えてみましょうか。研ぎ方は一緒です。やっぱりちょっとこう、砥石の当たり方が、ゴツゴツ硬いですね。ただこう見てもらえばわかるんですけど、ここにこう、刃境っていうのがこうあって、こっちが軟鉄で、この刃先についてるのが青紙鋼なんですね。で、こっちも一緒で、こっちの軟鉄部分と、この先っぽにこう、刃境があって、まあこの裏がそうなんですけど、ここがまあ白紙鋼。だからここの先の部分が、これと、これでちょっとこう、鋼の違いがあるっていうことなので、この先の部分を研いでるときにちょっと柔らかいとか硬いとかっていうのがあるんですよね。こっちの鋼は、軟鉄は一緒なので変わらないですね。力を入れすぎてあんまり研いでると、こっちの青鋼の方が研げにくくて、こっちの軟鉄の方はやっぱり柔らかいので研げるので、このしのぎがちょっとこうだんだん上に上がってって、薄い出刃になって型が崩れていくみたいな感じはあると思います。ただ出刃包丁の場合は、まあこっちだけ鋭角に刃をつけて、少しこっちは骨を叩いたりするので、まあ鈍角っていうか二枚刃にしたりしますよね。刃がつきすぎてしまうと、バーンとこう、大きく欠けてしまうことが多いので、ちょっと小刃付けといって、少し刃を少しだけ最後に、気持ち鈍角にしてあげて、切れ味を落とさずに、ちょっと刃を守るというか、そんなような研ぎ方をしてないと、多分大きな刃こぼれを起こす原因になります。で、なおかつ、この刃元の方はよりちょっと鈍角にしている方が、こう骨を割ったり叩いたりするのに、使いやすいかなと思いますので、まあそんなことも少し意識しながら研いでいきたいと思います。どういった研ぎ方じゃないといけないっていうことはございませんので、一つの参考例として見ていただければいいかなと思ってます。先ほど話してたようにちょっとこう返りが出るまで、あんまり裏そんなに研がないですね。たまにちょっと1、2回当ててるぐらいで、あとは返りが出るまで研ぎ進めます。やっぱりなんか少し滑るというか、そんな感じですね、この先が。まあその分長切れするんでしょうね。どうでしょうね、17、8分両方旋盤でちょっと返りが出るまで研ぎました。まあ、大体平均的にちょっとこの辺刃元だけそんなに出てないんですけど、まあここは逆にあんまり刃をつけたくないのでこんなぐらいでいいかなと思ってるんですけど、これである程度形はできたんじゃないでしょうかね。本来荒砥でもうちょっと形だけ大まかに作って旋盤でこういう風に磨いていければもうちょっと時間短くて済むんですかね。この旋盤で削ったところを一応3000番でまたこう削り直していくというふうな形で、あんまりこう裏すきはしてないので、ちょっと3000番ぐらいからちょっと軽く裏すきして、この返りを取りながら磨いていこうかなと思ってます。ではこちらも面直ししたので始めていきます。まあ旋盤の時とも研ぎ方は一緒です。少しこの辺でさっきの返りが出てる裏すきを7、8回でいいですかね。で、また全体的に研いでいきます。同じような時間が続いてしまうので、ちょっと割愛させていただきます。はい、こっち、青紙鋼の團十郎の方ですね。まあ、白紙の方が研ぎやすいでしょうね。一般的に青紙の方が硬くて研ぎにくい分長切れするというふうに言われてますので、一応まあその通りだと思います。で、こう番手が
大きくなればなるほど、ツル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 滑る感じがしますね。裏すきはもうペタッとつけた状態で構わないので、7、8回して、さっきの帰りがこれで少しなくなるというか取れるんですけど、一番最初にお話したんですけど、あんまり刃が鋭角につけすぎて骨とか当たってすぐ壊れてしまうので、ここを一般的にハマグリ刃っていうんですけど、ちょっと湾曲になるの刃を作るんですけれども、こっちの刃先の方を少し研いで、しのぎの方を研ぐと、ちょっとカクカクってなるんですよね、大げさに言うと。で、ここの角をまた研いでいきながら、少しずつ丸くしていくという風にすると、刃が少し丸まったというか、ちょっと鈍角になるんですよね。なので、かけにくくなったり、ちょっと曲がる分、見離れがいいというか、使いやすかったりもするみたいですね。なので、出刃包丁はちょっとそんなことをしとかないと、扱いが難しいかなと思います。まずは切り刃のところをしっかりつけて、刃をつけていくというようなことが基本になりますので、そこからハマグリ刃にしたり、切り刃にしたりと、小刃をつけたりというようなことなので、今回は最終的にちょっと小刃付けといって、最後、ピンピンに立ってる刃を少し鈍角にしてあげて、仕上げたいなと思ってますので、最後そんな形になると思います。引き続き3000番で、2つとも、どうでしょうかね。12、3分かかってるんでしょうかね。切り刃のところピタッと当ててるので、綺麗になってきてますよね。これで6000番ぐらいの仕上げに変えて、最後、小刃付けしようかなと思ってます。仕上げの最後の砥石も面直しして仕上げていきます。3000番で研いだ傷をこの6000番に変えていってます。目が細かくなればなるほど最終的には切れ味が鋭くなるのかなと思ってますけども、仕上げの砥石6000番、そうですね、10分ぐらいピタッと当ててます。刃境のところがやっぱり綺麗にスパッと出るようになりますね。これぐらいの番手でいくと。こちらの白紙の方も、ここの刃境のところがくっきりと綺麗に出てるような感じです。はい、だいぶいいんじゃないでしょうかね。なので、小刃を最後つけて終わろうかなと思ってますけれども、ちょっと今まで研いでたこの角度より、少し全体的に30度とか45度ぐらいって言われるんですけれども、立ててあげて、ずーっとこういう形で、そんなに何回もしないですね。4回、2、3回なんでしょうかね。裏も、スーッと気持ち立ててあげてやると、刃の先が今、鋭角なのが、少し鈍角にはなるんですけれども、切れ味そのままで、刃こぼれしないような形の刃付けになりますので。最後、小刃付けの時は本当、砥石が真っ平らじゃないとおかしなことになってしまうので、もう一度面直しをしてから行きましょう。じゃあ行きます。ちょっと刃を立てて、この根元のところから3回ぐらい。ね。で、裏も1回行きましたね。ちょっとこんな形でいいんじゃないでしょうかね。で、こちら、じゃあ團十郎の方もいきます。
はい。小刃付けできました。で、これで、井筒木木屋と團十郎の研ぎ直しが完了しました。最後、ちょっと磨き終わったんですけど、この平のところ、1500番との耐水ペーパーで、平のところも綺麗に磨いといてあげようかなと思います。だいぶ綺麗になりましたね。はい、以上です。では最後にちょっと切れ味の方だけ確認しておきます。これコピー用紙です。力を入れて切れますね。もうこちら團十郎青紙です。こちらもはい、こんな形で鋭い刃がついたと思います。それでは本日は日本橋木屋さんの出刃包丁2本、研ぎ直しと小刃付けのご紹介をさせていただきました。やはり少し青紙の方が固めというか研ぎにくさはあったかなというふうに思いますけれども、ご家庭で出刃包丁を研ぐのはなかなか難しいかもしれませんが、ぜひトライしてみてはいかがでしょうかということで、今回の動画が何か参考になったなと感じた方は、高評価、チャンネルの登録の方いただけるとありがたいです。それでは、さようなら。